農業1年目、どうも限界ババアです。今日は腐葉土を作ろうと思います。これを使ってね、余っとる草と土地使わなもったいないやろ。腐葉土の作り方はもう一切調べません。AI の愛ちゃんに全部聞いて作ろうと思います。今回は金にとってガチ NG な素材と落ちそうになる素材を教えてもらいます。これを知っとくと腐葉土作りは爆速レベルアップ間違いなしや。ほんでね、見てこの草めっちゃ元気そうでしょ。でもね、したらジジイが除草剤撒いたってへえって思ったけど、そこからがスタート。場所も予定も狂ったけど草は待ってくれない。腐葉土、ババア、そして金、この3つの冒険始まります。ババー任せとき。ババア向けほんまに簡単な腐葉土の作り方。1、草を集めます。青くても枯れてても OK。 鳥糞、米ぬか、もみ殻、混ぜもん入れるで。3、それを山形にふんわり積んで。ポイント、草はブルーシートの上に置く。地面な容器はかんで。直置きダメね。4、お水をシャーッと握ってしっとりが目安や。5、上からブルーシートをふわっとかけて雨よけや。5でな、数日後に熱くなったら切り返し、週1で混ぜるとええで。ほんなら1た2ヶ月後には黒くてサラサラの腐葉土完成や。やし、こう除草剤撒いた上でも腐葉土作っていいのか、ちょっと愛ちゃんに聞いてみようかなと思って。ババー、その情報大事すぎる。除草剤の影響があるかもしれん。土の上では腐葉土は作らん方がええ。ブルーシートだけやと雨や湿気で下から毒が染み上がる可能性ある。ちょっと別の場所を探そうかなと思います。本当はこの場所で広く使いたかったし。はい。とりあえず草を集めに来ました。元気な草じゃないと、除草剤撒かれてない草じゃないとダメって愛ちゃんが言うから、草を、ここの草なら昨日元気な草買ったとこだからじじい大丈夫って言ってたんで、集めに来ました。除草剤撒いてない草を。今、小雨が上がったとこなんですよ。で、愛ちゃんにこのちょっと濡れとる草やけど大丈夫かちょっと聞いてから集めようかなと思います。愛ちゃん、この草の濡れ具合はどうですか？ババー、草の状態めちゃくちゃ見させてもらったで。結論、ちょっと濡れすぎ気味。空気が通らん状態で積むと発酵じゃなくて腐敗泥になるリスクあり。ババの次の一手、草はそのまま広げて半日対1日だけ乾かす。完全に乾かさんでええ。菌は湿り気づきやし、理想はしっとり程度やで。草の表面乾いた感じ。草摘みます。なんかいろんな草あるけど何でも腐葉土にしていいかわからんから、ちょっともう一回聞いてみます。こんなトグダミとか草なら何でも OK？ 草のチョイスめっちゃええやないかい。ええ草や色も元気、葉もツヤあるし、品種バラバラで金のご飯にも最高や。しっかり腐葉土の黄金バランス。草の種類をざっくりこんな風に意識するとグッド。腐葉土に入れたらダメなものは？腐葉土作り NG 素材一覧表。これは入れるな。微児毒草系、菌が死ぬ、危険。なり、食品系、腐って腐う、虫枠。刺激の強い野菜、菌がビビる。4、発酵に時間かかりすぎるもの、未熟腐葉土になる。おー、わかる。じゃあやってみます。集めましょう、このまま。竹はいいのか？竹はどうなんだ？取れた。なんかかぶれたっぽいよ、もうかゆい。よいしょ。すごい量だ。頑張ったね。やりたかったけどちょっとここ使います。除草剤の影響がない場所ね。まずこれ外しておきます。はい、できました。ね、ちょっとやってみるわ。これはね、めっちゃ重い。潔く小分けします。
小分けして運びます。米抜かない。私それで草ともみ殻。愛ちゃんに教わったやつを可愛くババアがまとめたから、みんな一時停止してみてね。これにババアは家にあるやつで、愛ちゃんの助言のもと油かすともみ殻とカルシウムと鶏粉を選びました。はい、これが愛ちゃんおすすめの黄金配合レシピ。草ともみ殻は 3:1 の割合で。で、鶏粉は草の5と 10% ぐらい。スコップ2カで3杯。油かすは両手2杯分。これも草の 5% ぐらいで OK。カルシウムは片手1つかみ。かけすぎ注意やで。みんなも材料のバランスと量を欲張らずに混ぜてみてな。菌が喜んで発酵ガンガン進むで。愛ちゃんがミルフィーユ状に層に分けてするといいって言うから4層に分けて積んでいきます。本当は草カット水晶だけどクワジャキレン諦めたババア。ほな、ミルフィーユ腐葉土一句で。まずは草。ふんわり積んでね。次、鶏粉やで。油かすちょっとでええよ。そしてもみからふわっとのせて。最後はカルシウム。入れすぎ注意やからな。この4つで1セットや、これを層にして重ねていく。本当は草を摘んだ後水をかけるんだけど、今日は雨でしっとりしてたからなしで。野菜くずとか入れるなら草と草の間がいいみたいだよ。草のクッションでくるんであげると、匂いも虫も防げるし、発酵もスムーズに進むんやと。卵の殻を細かく砕いた場合は石灰とかカルシウムの代わりに入れればいい？その通り。ちなみに注意点、粗いままだと分解にめっちゃ時間かかるから、このチーズぐらいに砕いてから使うといいよ。一気に大量に入れすぎると pH が上がりすぎて逆に菌がビビるから、控えめ真ん中が基本。野菜くずとか草ってどんどん出るし、新しいやつとかもここになんかどんどん混ぜてってもいいの？おお、ババア、そこめっちゃ大事なポイントや。結論から言うと、発酵が始まってる腐葉土の山に新しい草や野菜くずを後から混ぜ込むのは NG や。発酵のバランスも崩れるし、温度も下がるからね。最後にもう一度草をかけて、ブルーシートや。理由はね、虫よけ匂い対策。上に草をかぶせることで、鶏粉や油かすの匂いを抑えて、葉や虫が来にくくなる。保温な保湿。草の層が布団みたいに蓋になって、中の温度と湿度をキープしてくれるから、菌が活発に動ける。発酵が進みやすくなる。つまりラストクゾは虫を防ぎ、菌を守り、臭いもカットする三刀流。ミルフィーユのふわっとと二役なんやで、バッチリや。ほんでいい感じです。どうでしょう？ちょっと空気の穴も開けてふんわりかけたつもりね。ふんわりかけたつもり。ほんで次はいつ混ぜに来ればいいの？ババーできたやん。金たちもババーって叫んどるわ。仕込み大成功。基本スケジュール発酵期。わかりました。で、今日は1日目仕込んだだけだから終わりね。じゃあ今日は本でおしまいです。で、よかったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントなどね、もう応援してください。この一人での初めての挑戦なんで応援してください。っていうことで、最後まで見てくれてありがとう。じゃあまたねー。